はい、石川正義です。今回はチョコレートタルトを作ろうかと思うんですけども、タルト生地、クリーム、グラサージュ全部がチョコレート味で、タルトの中に詰めるガナッシュクリームにはキャラメル風味もプラスしていきたいと思います。ではまずはチョコレートのタルト生地から作っていきます。あらかじめ室温まで柔らかくしたバターに粉糖と塩、アーモンドプードルをふるい入れて混ぜていきます。これは空気を含ませたりする必要はないので、粉気がなくなったら次に全卵を加えていきます。今回の全卵の量は少なめなので一度に入れてもらって大丈夫です。アーモンドプードルも先に加えているので、これでもね卵が分離しにくくなります。では薄力粉、強力粉、ココアパウダーをふるい入れて混ぜていきます。今回はこのまますぐ使う厚みに伸ばしていくので、これは全部混ぜ切っていきます。粉が混ざったらなんとなくでいいので半分に分けて一つずつ伸ばしていきます。混ぜ終わった生地は表面がザラザラしてるんですけども、これを少しだけ手でこねこねして表面をつるんとした状態にして伸ばしていきます。これをするとしないのでは表面の見た目の状態が全然変わって、しないとザラザラっていうか気泡勝ちの粗い感じになるので、できればねやった方がいいです。ではこれを半分ずつタルトの底と側面の分に伸ばしていきます。ベーキングシートに挟んで伸ばしていきますね。まず半分は15センチセルクルの底に敷いていくので、それより少し大きく伸ばします。厚みは今回は少し厚めなんですけども 3mm で伸ばしていきます。丸く伸ばしていくには生地を回しながら生地を伸ばしたい方向に向かって左右から生地を集めて伸ばしていきます。生地の両側に置いてるガイドにしているものは一定の厚みのものなら何でもいいです。僕が使っているのは東急ハンズの素材のコーナーで買ったものですね。では続いて側面の生地なんですけども、15センチのセルクルだと50センチ弱の長さが必要で、幅はセルクルの高さが3センチなのでそれ以上の幅になっていればいいです。でタルト生地は敷く時にくっつければ焼いた時につながってくれるので、こんな感じに長さ30センチで2本を作ってもいいです。では全部伸ばせたら一度冷蔵庫でしっかりと冷やし固めます。生地が冷やし固まったらカットしてセルクルに敷いていきます。底の生地はセルクルで抜いてセルクルごとそのままベーキングシートの上に移します。移したところにカットした側面の生地を貼り付けていきます。底生地と側面の生地が接するところは生地同士に隙間がないようにして、でセルクルと側面の生地の間にも隙間がないように貼り付けていきます。この時に伸ばした生地の厚みをなるべく変えないように型に敷いていきます。途中で柔らかくなったらそのままの状態で冷蔵庫で冷やし固めてから再開します。
生地が敷けたら上にはみ出ている部分をナイフできれいに切り落としてもう一度冷やし固めていきます。しっかり冷やし固まった生地に型紙を敷いて重しを乗せて170度のオーブンで45分焼成していきます。焼けたら重しを取り出してしっかりと冷ましていきます。しっかりと冷えて硬い状態になったら焼くことで縁がガタガタになっているので縁をきれいにしていきます。網などの上に逆さまにしてスリスリすりつけて縁をきれいにしていきます。これは見た目だけの工程なのでぶっちゃけしてもしなくても大丈夫です。これで土台のタルトは完成ですね。そしたら中に注ぐキャラメルガナッシュを作っていきます。今回はチョコレート2種類、スイートチョコレートとミルクチョコレートをブレンドして作っていきます。スイートチョコレートでチョコレート本来の味をしっかり出しながら、ミルクチョコレートでキャラメルの味をより美味しく感じやすくしていきます。チョコレート2種類は両方とも溶かしておきます。ではキャラメルを作っていきます。鍋に砂糖を全部入れて加熱していきます。火は少し強めの中火ぐらいで大丈夫です。だんだんと砂糖が溶けてくるので鍋を適度に揺すりながら全体を溶かしていきます。全部溶けたらある程度茶色く色づいているんですけども、これはまだキャラメルの状態じゃないのでもう少しだけ加熱して全体が沸騰したら生クリームを加えていきます。で生クリームを加える時も火はつけたままですね。生クリームが入って固まったキャラメルをその火で溶かしていきます。でキャラメルが生クリームに全部溶けたら火を止めます。これでキャラメル風味の生クリームができたので、これでガナッシュを作っていきます。フープロに溶かしたチョコレート2種類を入れて、でそこにキャラメルの生クリームを加えていきます。生クリームの3分の1程度をまずは加えて、一度フープロを30秒程度回します。そしたら少しプリッとした状態になるので残りの生クリームを加えて1分ほど回します。で途中で一度フープロ内に飛び散っているクリームをゴムベラで取ってあげて全部をきれいに混ぜてあげます。できれいに混ざったら塊のままの冷たいバターを入れて回していきます。バターの塊がなくなるまで途中で周りもきれいにしながら1分ほど回します。で回していくと途中で音が変わるのが分かると思います。そうなったらきれいな乳化状態になっています。ここまでできたら次はこれをボウルに開けて牛乳を混ぜるんですけども、勢い余って牛乳もフープロで混ぜちゃいました。フープロで牛乳を混ぜるとガナッシュがシャバシャバになってしまうので気泡がたくさん入ってしまいます。皆さんこうならないようにボウルでゴムベラで静かに混ぜていってください。これは混ざれば OK です。もしこうなってしまったらボウルなどに移して下からトントンと叩いてあげて、で空気を抜いてあげてください。牛乳まで混ざったらガナッシュの完成なので先ほどのタルトに流し込んでいきます。流し込んで表面がきれいになるようにヘラで撫でたりゆすったりしてですね、きれいにしたら冷蔵庫で冷やし固めていきます。だいたい2時間も冷やせば十分に固まると思います。
で冷やしている間に表面をきれいにコーティングするグラサージュショコラっていうものを作っていきます。チョコレートケーキをきれいにツヤツヤピカピカにするやつですね。まずはゼラチンを水でふやかしてゼラチンの準備をしたら、砂糖とココアパウダーを混ぜたところに生クリームと水を混ぜて飲み物のココアみたいな状態にしていきます。それを鍋に移して一度沸騰させていきます。この時特に IH で加熱すると鍋底が焦げ付きやすいんで、混ぜながら沸騰させます。全体がしっかりと沸騰したら火を止めてゼラチンを溶かしていきます。でその後細かい通しで一度こしてから落としラップをして室温で置いておきます。これがだいたい30分放置したところなんですけども、ラップを剥がすと気泡がラップについてはくるんですけども、液体表面に残っていますよね。でだいたい1時間程度放置するとラップの表面についた気泡も冷えて固まってラップに全部くっついてくるので、めっちゃ綺麗に気泡を取り除けます。でこの気泡には気泡以外にもアクが含まれているので、これを取り除くことで後で流した時に綺麗なツヤツヤでピカピカになってくれます。綺麗に気泡が取れたらこれを冷やし固まったタルトに流していきます。僕は少し表面張力でぷっくりするくらいが綺麗だと思うので、こんな感じまで流して、これでだいたい30分も冷やせば中のガナッシュも綺麗に固まっているので完成ですね。ではカットして食べます。はい、ではいただきます。チョコレートの味がしっかりしているのはもちろんなんですけども、キャラメルやミルクチョコも一緒に合わせることでくどすぎなくていいバランスになってますね。今回キャラメルを使っているので、この上にね塩を振って食べてみようかな。これ塩振った方がいいですね。チョコレートメインなんですけども、タルトの香ばしさもあるので、口の中で溶けていく過程でどんどんと味が変化していくので食べ飽きないんですよね。ガナッシュ自体も濃すぎないようにしていて、大きいカットでも食べれちゃうのでぜひ作ってみてください。ごちそうさまでした。ではまた次の動画でお会いしましょう。石川正義でした。バイバーイ。